ぱり上達が早い人の特徴としては、はい。自分、はい、こんにちは。Today we have a guest. He is Shota Sensei and he teaches Japanese. He has 5 years of teaching experience. He will tell you what type of things the students do who progress fast and his creative way to learn a new language. And his method is very inspiring, so I myself will do it. And I recommend all of you to try it at least once. So you have to watch it until the end. And I'll put subtitles both in Japanese and in English, so you can choose from the setting which language you want to see. Okay? So now let's watch. お願いしまはい、す。よろしくお願いします。じゃあ、翔太先生、今日はありがとうございます。こちらこそ、み先生ありがとうございます。翔太先生はインスタとか YouTube とかで、日本語を教えてらっしゃるということなんですけど、そういうことも含めて、まず自己紹介からお願いしてもいいでしょうか。はい、ふみさん、そして皆さん今日はありがとうございます。私は、翔太先生という名前で活動しております。成瀬翔太と申します。インスタグラムと、あと YouTube で、日本語を、5年くらいですね、教えてまして、あとは日本語村という、コミュニティもあってですね、そこで毎週日本語のレッスンを楽しくやらせていただいてます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう5、6年も教えてるっていうことなんですけども、先生として見ている生徒さんで、伸びる生徒さんっていうのは、どういう特徴を持ってるんでしょうか。はい。本当に皆さんですね、意欲的に日本語を勉強してくれていて、すごくこちらも楽しいんですけど、やっぱり上達が早い人の特徴としては、自分の頭で考えて、自分の仮説を持っている人っていうのが、特徴としてあるなっていうふうに感じますね。ごめんなさい、自分の何ですか？仮説？仮説？仮説、ごめんなさい、私ったら。仮説、自分の仮説を持っている人。はい。そうですね。自分の、答えっていうのを自分の頭で考えていて。これは裏を返して言うと、あまり自分で考えないで質問してしまう人も一方でいらっしゃるんですね。調べれば分かるようなことも、先生これは何ですかとか聞いちゃう人はあまり上達が早くならないなっていうのが一つ気づいたことです。じゃあやっぱり自分でまずは調べて、それでも分かんないようなことを、でもこうじゃないのかなって思いながら聞くような人が伸びるんじゃないか。そうですね。もうそれはもう断言できますね。なるほど。そうですね。よく聞かれる質問とかありますか？はい。よく聞かれる質問は、たくさんあるんですけれども、そうですね。これもさっきの話に関連するんですけど、やっぱり上達が早い人と、上達に時間かかってしまう人で、結構よくある質問って変わってくるんですね。で、上達が早い人に関しては、フィードバックをもらえませんかっていう風なのが多いです。自分の日本語の文章を作ってみて、先生実際に見てもらえませんかとか、先生だったらどういう、言葉をチョイスしますか？それは何でですか？っていう風な質問が多くて、一方で上達に時間かかってしまう人は日本語を勉強したいんですけどどうすればいいですかみたいな質問が本当に多くてですね、次に意外と多くてびっくりしたのは宿題手伝ってもらえませんかとか来たりします。それは手伝ってあげるんですか？そういう時は。そこはですね結構辛辣かもしれないんですけど、そういう状態じゃ上達しないよ。なんでか考えてもらえるかなっていう回答をちょっと、冷たいかもしれないんですけど、一旦引き離してます。なるほど。ごめんなさい。ちょっと今電話がかかってきて、ちょっと切れちゃったんですけど、ちょっとすいません。すぐ
お帰りな今、さい。飛行機モードにしたので多分もうかかってこないと思います。全然、すいませんでした。全然大丈夫です。全然大丈夫です。失礼しました。次に、学習はい。者のありがちな間違いとかに気づいたりしてますか？正直言うとやっぱり、もう、キリがないですよね。はい。どれだけ上級者の人でも、まあ、かたや初心者の人でも、皆さん、間違いっていうのは必ずあるんですけど、うん。日本語の間違いっていうよりかは、はい。学習方法の点で一うん。つ、間違い、みんなこれは間違えてるよって言いたいことがあるんであ、すね。何それはでしょうか？はい。何かっていうと、ズバリ、皆さん漢字を恐れすぎですよっていうあ、ふうなのがすごく言いたいんですよね。はい。これまあ日本語といえば漢字で結構はい。かっこいいみたいなかっこいい結構言わですよね。れるじゃないですか。はい。かっこいいですよね。でも、一方で、じゃあはい。学習者としては皆さんなんと漢字って8000文字もあるのみたいな。どうやってこんなの覚えるんだっていうので、すごい一気に絶望してしまう人が、多いんですけど、言いはい。たいことは、そこが重要じゃないよっていうのがすごく言いたくて、はあはあはあ。実際は会話をできるようになることが第うん。一ですし、はい。あと、まあ、今、正直、ふみさんもそうかもしれないですけど、日はい。常生活でもちろん漢字読めた方がいいんですけど、うん。まあ、ルビが振ってあったり、うん。また、パソコンで打つときも、もう自動で変換してくれるので、全部完璧に覚えていなくても、今そんなに日常生活で困らないですよっていうのを言いたいです。皆さんには。なるほど。なるほど。ただ今ちょっと思ったのが、なんだかんだ言って私たはい。ちずっと漢字教はい。育受けてきたから、その常確かに。用漢字2000語ぐらいはやっぱり余裕で、まあ、そっか。読めるじゃないですか、少なくとも。そうする確かに。と、変換もこれが正しいとか思そうでうすね。けれども、何も知らなかったら確かに。難しいっちゃ難しいかもしれませんね。そうですよね。もう数字とかだけでも、確かによく考えたら、1、2、3、急に4はい。から難しいみたいな難しい。なんか、のが、どうして4になるのみたいななんのはあでみたいりますよな、あるね。かもしれないですね。そっか。はい。もう前提が違うのか。はい。ただ、あ、そうだ、私最近、読んだ本によりますと、ええ、えその日本人ってその漢字にいくつも読み方があって、え。うん。頭っていう字を頭って読んだり、頭痛の図って読んだりするじゃないですか。はい。だからその難しい言葉に使われる音読みと、うん。頭っていうそのいわゆる訓読みで意味がすぐわかる言葉と同時に覚えていくから、その、なるほど。なんでしょう、例えば英語で医学生が頭痛っていう言葉をなんていうかちょっと忘れちゃった、そこに書いてあったのに、また難しい言葉があるんですけど、それをいはい。ざ覚えるとなると、新たに全部覚え直さなきゃいけないのが、日本語って漢字で覚えてきてるから、なんでしょう、そのなる専門用語ほど。もなんとなく分かっちゃうし、専なる門用語をほど。改めて覚え直すって必要はもちろんあるとしても、そのうん。英語で全く違うギリシャ系の言葉とかそういうのを語源の言葉を覚えるのとはまた違って、一なるほ度ど。その世界に入っちゃうとすごい、あの、わかりやすい。まあそのあ、最初は大変ですけど、確かに。その二通りで覚えていくから難しいはい。読み方も簡単な読み方もリンクしてて、うん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 。あとは素晴確かに。らしいと。その漢字が分かり出すと、なんかこう点と点がつながってって世界が開けていくようだったみたいな、目の前に明かりが灯っていくようだったみたいなすごいロマンチックなことを言った人が表現で。いるって書いてありました。あ、でも本当そうかもしれないですね。一個覚えちゃえば、うん。意味も連想できますね。確かに。そうなんですそれはそうかもしれない。よね。そう、うんうだから読めないんうん。漢字は結構、読めない組み合わせの漢字とか案外あったりするけど、意味は分かったりするじゃないですか、なんとなく。わかりますよね。本当翔太先生の言う通り、恐れないで、なんでしょうね、うんうん。恐れないでほしいですね。あれ結構、その世そう界になんですよ。一回入っちゃえば、そう読みそう。方も、例えば、そのさっきのまた頭痛に戻ると、頭っていう字のこっち側のうんうん。豆みたいのが入ってると、大体図ってはい。読んでいくとか、そうですね。図詞ずの図だろうな、とか、みたいな。そこまでいけば多分、わかりますよね。どんどん簡単になっていくんですよね、上級者になるほど、きっと。
いや、本当そうですね。なんで、はい。数は多いけど、その根幹、なんかエッセンスとなる、重要な漢字だけ覚えちゃえば、あとは派生して、あ、そうそうそう。推測ができるっていう。確かそう。に、今、おその、話を伺ってそう思いました、僕も。ええええええ。形成文字は90%って言いますからね。ええ、そうなんですね。お、って書いてありすごい。ました。あ、そうって書いてあったんですね。そう。すごい。まあでも本当にそうで、なんか、文字やっぱ日はい。本語の特徴として文字として、漢字に対する恐れがすごく多いんで、うん。まあ、漢字自体も恐れる必要もないですし、はい。それよりもやっぱ会話と日本会話と。文化をいっぱいこう、なんていうか、蓄積してほはい。しいなっていうのはすごく、思います。どういう勉強法をおすすめします？はい。これがですね、なはい。んか、まあ、正直自分が今まうん。で、英語とイタリア語を勉はい。強してきたんですね。おお。で、その時に、こう、実践した方法なんですけど、おお、はい。これは、独学をやりなさいっていうのが結論なんですけ独ど、学ですか？はい。それも、ほうほう。なんか、独学って聞くと、あたかもこう、学校に通わないで、学校とか塾に通わないで、はい。自宅でこう、教科書いっぱいやうん。ってるってイメージなんですけど、そうではなくて、はい。今の時代の独学っていうことで、まず自はい。分が英語だったらじゃあ英語で挨拶の動画、1分でもほんと短くてもいいんですけど、うん。動画を撮って、取る。あ、YouTube とか、Instagram とか、そういったのにアップしてしまうんですね。で、はい。それがすごくいいんですよ。何がいいかっていうと、はい。まず一つは、自分自身の抵抗とか、その、恥ずかしいっていう思いを克服するっていうはあ、の本当でで、すね。自分が外国語を喋ってるのを自分で見るっていうのはなかなか最初は抵抗がいると思うんですよ。僕とふみ先生はもう、YouTube やらせていただいてますけど、やっぱ最初は恥ずかしかったですよね。すっごい恥ずかしかったです。まず第一バリア、自分に見てはい。もらうっていうのを克服するのはすごく大きくて。なるほで、ど。あともう一つはそのバリアをクリアした次はうん。客観的に自分を見る。そはい。の第三者として自分が話している姿、発音ちょっとこんなに下手だったの僕とか、こういっうん。た癖があるなとか、思ったよりなんか声がなんだ早く喋りすぎてるなっていうか、自分を客観的に見れるっていう点でもよくて、で、なるほど。何より三つ目はですね、はい。それをやっぱり SNS で上げることによって、はい。外国人の人からの何かしらのフィードバック、コメントをもらえるって、これはやっぱり大きくてですね、はい。最初イタリア語でこれやった時に、はい。イタリア人からはい。いろんなコメント来たんですよ。本当にもう、なんか、イタリア語喋ってる日本人初めて見たすっげあ、えそう当時、なんですね。ズームじゃなくてスカイプで話そうみたいな、へそういうコメえ。ントがいっぱいあって、それでイタリア人の友達がいっぱいできたんですけど、なるほど。向こうは向こうで日本人と話したいっていう目うん。的があって、こっちはイタリア人と喋ってたら最高じゃないですか。だうんうからおんうん。互いがこう、なんていうか、うん。素晴らしいマッチングが YouTube でできるんですよね。だからなんか、僕のそはい。の一番仲いいイタリア人の友達ともそれで実は知りしあ合えたりして、はい。それ時使ったソーシャルメディア、その SNS で上げるっていうのは何で上げたんですか？6年前に YouTube です。YouTube で。へえ。実は翔太先生はそれが始まりだったんですね。あ、イタリア語で自分が喋るのを上げる。それが始まり。そうなんですよ。自分が勉強する目的で始めて、はい。それで結構、見られるようになって楽しかったんですけど、はい。やっていくうちに、いろんなそのイタリア人の人から、はい。あの、次は日うん。本語を教えてる動画をアップしてね。僕は勉強したいっていう声をたくさんいただいて、あ、これは確かに需要があるな。そしてなんかうん。可能性があるなって思って、だんだん、それから自分のためだったものを、はい。皆さんのため、学習者のためのものっていうことで、今の YouTube チャンネルがあるんですね。
なるほど。よくわかりました。でも、これはいいですね。私いや、今、そうなんですよ。はい、はい。韓国語を勉強してるんですけど、ちょっとすやってみよごい。うと思います。ちょっと恥ずかしいけど。いや、でもすごくいい方法ですね、これは。私もこの YouTube 始めた時に自分の発音の悪さとか、あと、文法の間違いとか、すごく自分の動画を編集してると、より気づき、やっぱり本当ですいいフィードバか？はい。ックになりますよね。誰のフィードバックがなくても自分の中で、はい。こんなに間違ってるっていうのを次に活かそうってなるし、またそれでも間違えるんですけど、やっぱり絶そうです対ね。何もやってないより、明らかに英語力は伸びてるとはい。思いますし、これはもう日本語そうなんで勉強してるすよね。方におすすめですね。そうです。ぜひ、もうはい。第一バリア、自分を見るっていうはい。ことをまずやってほしいなと思います。わかりました。ありがとうございます。素晴らしいアドバイスでしたね。そしたらじゃあ今まで印象に残ってる生徒さんとかいらっしゃったら、日本語学習の人を教えてください。はい。ありがとうございます。そはい。もそもコミュニティにいるメンバーのことはみんなもちろん覚えはい。ていて、みんなすごく尊敬してるんですうん。けど、印象に残ってるのははい。2人いてですね、1人は僕のイタリア人の親友はい。のダビデ君っていダビうデ君。男性なんですけど、彼はですね、はい。イタリア語だったらどうっていう名前の YouTube チャンネルで、僕たはい。ち日本人向けにイタリア語を教えてくれてるんですね。はい。で、彼は小学5年生の時から独学で日本語をやってるので、すごい。当時、もうインターネットがない時から、ポケモンファンで、ポケモンと漫画で日本はい。語を独学してるっていう、もう天才のああ、なるほど。で本当田舎、イタリアの田舎に住んでるんですけど、で、へえ。で、彼はよくイタリアの中でも、まあ、勉強はできる方だったんで、天才とかあ、言われたらしいんですけど、頭がいいんですね。全然、ただ彼が言うにはもう全然そうじゃなくて、うん。努力をたくさんしたっていうのを言っていて、なんかもう、はい。すごい、努力家で、どうやはい。って努力するかっていうのも自分の頭で考えてやってるし、うん。本当にすごく尊敬できるというか、実際はい。に日本もですね、自分でお金貯めて、はい。8回日本に来てくれていて、もうなんか、そうですね、何回かお会いしてるんですけど、すごく彼みたいな、熱心な日本語愛者じゃないですけど、なんか日はい。本語のファンの人たちを一人でも多く喜ばせたいなっていうのを彼と話すたびにすごく思うんで、ああ、はい、印象的な人ですし、すごくなんか尊敬する友として、うまずん。一人目は彼の名を挙げさせてもらっていはい。ただいてますけど、もうはい。一人はですね、はい。これは最近、その日本語コミュニティに入ってくれたはい。少年、アメリカ人のレはい。イ・マート君っていう、レイレイ・マート君。マート君。彼はですね、30何カ国語を独学してるんですよね。で、なんかもう、わけわからないレベルで、すごい。すごいんですけど。で、それも日本十語もなん何カ国か、語。そう、日本語もなんか、すごいんですよね。尊敬語と、はい。謙譲語とかもなんか使い分けたりしてて、わあ、翔太先生、こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。みたいな感じで、わあ、毎週、参加してくれるんですけど、はい。で、彼は、僕と全く同時期に、同はい。じ方法で、YouTube と、あと Instagram に自分が喋っている動画をアップするという方法で独学していて、なるほど。そうしてるうちになんか30ぐらいになっちゃったらしくて、30カ国語なんかもう、ああ、ただただすごいなっていう。僕はこの方法で、勉強しましょうって教えてる身なのに、なんかはい。僕よりもはるかにもう上を行っていて、もう彼もすごく、印象的で、はい、尊ええ。敬してます。なるほど。でも本当にすごいですね。ちょっとダビデ君に戻るんですけど、ダビデ君努力がすごいっていう話ではい。すけど、うん、そのはい。天才と呼ばれるような人の努力ってどんななんですか？やっぱりなんか真似できないような努はい。力なんですかね？それとも真似できる努力があったら
そうですよね。真似できる努力だったらいいなと思ったんですけど、彼ははい。なんか、さらっと1日10時間勉強すればできるとか言うんで、いや、ちょっとなるほど。それはそれなるほど。はちょっとな、しかも小学校からやってるのかって思ったん小で、学校から1私は日10時間。到底それほどの努力はしたことがないんで、できなかったんですけど、私もはい。実は今のふみさんと同じような質問を彼にしたことがあって、じゃはい。あ、どうしてもちょっと時間が忙しくてっていう人にはどうすればいいかなって聞いたらですね、もうやっはい。ぱり、その、日本語の中で、まはい。た日本の中ではい。大好きな何かを見つけて、そのために頑張るっていうモチベーションをあ、持モチベーション。つことだっていはい。うふうに言っていて、うん。彼は、はい。それがポケモンを作った任天堂の人にはい。会いに行くことがモチベーションでずっと勉強してたらしいんですけど、そのモチベーションをもう持ち続けようっていうふうに、うん。彼が教えてくれて、確かにそれだったらできるなと、自分でも思いました。イタリアで、どのパスタをうん。食べようとか、ピザを食べようっていうのは、今も常に思ってます。なるほど。じゃあ、そういうモチベーションを持って、具体的に、それに向はい。かって努力するっていうことですそうでね。すね。はい。それを教えてもらいああ、ました。すごい。あ、で、その彼は会えたんですか？任天堂の方に。まだ空いてないらしいです。あ、じゃあまだ頑張れますね。会えちゃったらもしかして、もう目標達成しちゃう。てしまうんで、なんええ。かそれも言ってました。はい。なんか、まだ会える立場じゃないみたいなことも言ってましたし、ええ。もう日本に会っちゃ来たら、ったら、そうなんですよ。なんか、会っちゃったらあれだし、なんか他にも行きたい場所もいっぱいあるから、いっはい。ぱい行き尽くして最後に会いたいって言ってました。あ、ドキドキしちゃう。なんか、実際に会ったいや、本当で時に、すよね。ええ。本当ですよね。泣いちゃうんじゃないかとか思そうでいます。すよね。あ、それから、あとレイマート君のその30何カ国語って、うん、すごいバカみたいなそうなんで質問をしすよ。ちゃうと、混じんないですかってことなんですけど、それはレベルが低いから混じるんですかでも、ね。それがですね、彼も言ってて、で、うん。かつなんか研究記事読んだことあるんですけど、人はい。間の脳ってそれ混ざらないようにできてるらしいんですよね。やっ混ざらないようぱり、にできてるんですか。無意識にこの言語喋ってる時はこれっていう風になってるらしくて。大丈だから、夫なんですね。そうなんですよ。よく、なんか、かっこつけで、ごめん、ちょっと英語出ちゃったみたいなの、実はないらしい。本当はないらしいですよ。本僕もそれ、当はない。かっこつけで何回もやったことあるんですけど、本当嘘。は人間の脳はそうじゃないらしいですよ。もそうですか。混ざ私らないようにでも、できてるらしいです。中国語を話そうとしたら、英語が出ちゃったことが。はい。もしかして、ふみさん中国語もできるんですか？できないんですけど、中国語を専攻してたんですよ。で、本当に喋れないんですよ。じゃあすごい。喋れないから、喋れないのがいけないんだと思うんですけど、喋れないから、それで喋ろうとしたんです。そしたら、こう、最初は考えてた中国語が出てきたんですけど、その後、英語が出てきちゃうんですよ。それで、どうしようと、すどうしようっていうか、ごい。だからやっぱ、こう、レベルが低いと混じるんかなと思うんですよね。ある程度どれも極めれあ、なば、るほど。回路ができるけど、回路うん。ができてないから、私の中の外国語イコール英語っていう回路がしっかりできちゃってて、それで出てきちゃうんですかなるね。別のほど。外国語喋ろうとすると。あ、多分そうかもしれないですね。その中国は今からっていう点と、逆にふみさんの中ではもう英語は回路ができちゃってるっていうのは一方で言えることあ、ですよね。そうかもしれないですね。まだパッと出てきますもんね、英語なら。ちなみにふみさんなんでそんな英語上手なんですか？私、これ聞きそんな上手じたかったですけど。ゃないですけど、私、高校の時に1年留学してたんです。アメリカの高校あ、に。一緒だ。高校の時1年僕も一緒です。あら、どちらアメリカ。ですか？全く一緒。私はインディアナ州インディでした。アナ州。どうでそうですね。した？いやもう、最高でしたよ。最高の一言で、さめちゃめちゃ良くすが。て。うん。はい。どうでした？私、その逆だと思います。もう本当に辛い1年で、え、あの、なんだろう、友達もなかなかできなかったし、うん。で、日本じゃ誰もいないんですけど、おそう友達作りにか。苦労なさらないタイプですか？でも、と思ってたんですよ。自分では、それなりにはい。日本でなんか仲良くできるタイプだと思ってたんですけど、
やっぱアメリカに行くと、そこまででもないなっていう、それなりに友達はできるけど、本当普通のはい。自分みたいな人がいて、もうええ。本当に誰とでも仲良くなれる究極のアメリカ人みたいな人がやっぱりいて、その人たちには到底及ばないなとか思いましたし、あと、他にブラジル人の留学生がいたんですけど、ええ。彼なんかはもうなんか、街中みんな友達みたいな感じになああ、ってて、一つの村を作ってるみたいな感じだったんで、なんか、人の器の違いみたいなのを打ちひしがれるように感じましたね。あうの時は。でん。も、でも本当楽しかったです。なんか、初めての、価値観とか、バックはい。グラウンドが全く違う人との日常ええ。っていう環境に置かれて、あはい。とは自分、バスケットが大好きなので、ああ。バスケットの本場アメリカを見れたっていうのもそうですし、なんか、その後の自分の人生に大きな影響を与えてます。今でも大きいです。ああ、それはいい経験をされましたね。ふみさんも絶対そうだと思いますよ。辛かったとおっしゃいますけど、貴重な経験ですよね。そうですね。アメリカでうん、1年っていうのは。本当に良かったではい。す。あれのおかげで、うん。今も英語の先生できたりとかしてるのは、あのいや、時そうです培ったよね。英語、苦しみながら培った英語力のおかげであり。そうですよはい。ね。でも本当思ったのが、そこもうんうん。留学生も何人もいたんですけど、やっぱヨーロッパから来た人とか、最初っからまあ喋れるんですけど、うん。さらにものそうすごく上手くそうそなっていくんですよね。で、う。そう私、そうそう。私はバカなのかなと思ったんですけど、今思いました、僕思いも。ますよね。それが今、韓国語を勉思いました。強し始めてみたら、文法がほぼ日うん。本語と一緒なんですよ。へえ、あ、そうなんですか。ああいう助詞へえ、があ知らなかった。って、で、動詞をはい。活用するんですよ。で、主語によってへ変わったりしなえ。い。本当に日本語とうんうん。ほぼ一緒と思っていい。あ、もちろん違いますけどね、深く見ていけば。はい。でもほぼ一緒で、で、あと、その同じ中国から取り入れたような熟語とかが、熟語、漢字語がほぼ似たようなうん。発音だったりするんです。へで、え。多分英語を例えば話す人が日本語を勉強するのが大変なように、韓国語を勉強すうん。るのは多分すごく大変なと思うんですよ。でもその点、もなるうすでにアドバほど。ンテージがあるっていうか、下駄履いてるはい。感じがして、で、ましてやヨーロッパの言語にとって英語なんて本当に、ね。うんうんうん。インド、ヨーロッパ語族、同じ仲間に入ってて、方や日本語と韓国語って全然関係ないんですよ。そへえ、あ、れなのにそうなんこんだけ似てですね。知らなて、かった。ってことは、うん。そのヨーロッパから来てた彼らにとって英語なんてもっと簡単だったに違いないなと確思って、かに。なんかそんなにう自分をんうん。バカだと思うことなかったなと今はちょっと思うようになったんですけど、あ、こんないや、に、それはすごく勇気づけられますね。僕も当時は、なんか、何が違うんだろうとか、はい。脳の作りが違うのかとか、いろいろそうなんですよ。自なんかやっぱり分を否定バカなのするかなっようなてちょっ考え方と思っちゃったけど。ですよね。それすごいわかります。うん。みんな上手ですよね、ヨーロッパの人たち。本当ですよね。もともとが違ったんですね。っていう。そうですね。っていう、はい。確かにそこだけの違いですよね、結局ね。は。はい。そして、で、彼らは、じゃあ今も勉強してるんですか、日本語。そうなんですよ。それもうん。すごく熱心で、うん。はい。もう僕の英語、イタリア語よりもはるかに上手ですし、はい。熱量もすごく高いんで、わあ。まあ彼らのような学習者をより増やしたいですし、ああ、そうですなんかそね。こにすごい意義を感じます。はい。じゃあ、最後に、とうとう最後になってしまいはい。ましたが、日本語を勉強していはい。る人へのメッセージ、あったら、それと、はい。あと、翔太先生の、そのオンラインはい。コースがどんなのかも、ついでに教はい。えてもらってもいいですか？嬉しい。ありがとうございます。はい。はい。そうですね。ここ1年、2年はですね、もうこのコロナという、もう未曾有のはい。事態ですごく日本もそうですし、全世界で今大変なうん。中ですね。そんな中でも、はい。まだ日本にまた行きたいとか、日本語を勉強したいっていうふううん。に、思ってくれているうん。皆さんの存在は本当に貴重で、僕たちにとって、日うん。本人にとっては本当に何よりも嬉しいことなので、まず日本を好うん。きでいてくれて、興味を持ってくれて、本当にありがとうございます。でも、そんな皆さんが、楽しく、毎日気うん。軽に YouTube とかで勉強できるように、ふみ先生と、
他の日本語学習者の皆さんと一緒に頑張るので、ぜひ、これからも一緒に頑張りましょう。お願いします。あとは、僕のオンラインコミュニティ、日本語村ではですね、毎週僕が、2時間のレッスンをするんですけど、これはこうレクチャーっていうよりかは、もうなんかみんなと話しながらやりますし、どちらかっていうと初心者の方々が多いんですけど、今から日本語を勉強を始めるっていう人でも、とても楽しめますし、やっぱりさっきのレイマート君とかみたいに、協力的な仲間がいっぱい待ってるので、ご興味がある人はぜひ覗いてみてください。よろしくお願いします。じゃあそこに行けばレイマート君に会えるんですね。会えます。毎週会えます。翔太先生、こんなに優しそうな方なんで、初心者も心配ない感じですね。いや、でも本当、みんながいい人なんでですね。はい。大歓迎です。わあ、楽しそう。はい。じゃあこれからもまたよろしくお願いします。今日は、ありがとうございました。なんか、すごく勉強になりました、私が。こちらこそ僕も個人的にとても勉強になったんで、はい、とても嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんさようなら。さようなら。